違ったですね、デザインが創立する、ギリギリの際のところですね、2人のですね、美大造形の立場と、それから、芸工というですね、工学系のデザインの立場、2つの方から光が当ててみたいと思います。向けていかないですよ、なかなかね。だからそういう意味で言うと、僕は何か自分の体からと生まれていった形がちゃんとそこに出てくる、それをちゃんと本当胎児をですね、お母さんが産むような産みの苦しみというんですかね、それから生まれたものというものが生まれた瞬間が僕はデザインに実は存在する瞬間であるしね。でもう一つの瞬間はやっぱりそれを受け取り手がちゃんと認識できる瞬間。これ全体で一つの、大きな、世界だというのが、アイスタイルのですね。これは視点とかいかに付き合うか。そこからやっぱデザイン、どんなに技術が進歩して情報量が増えても、その身体の近辺から我々は逃れ去ることはできないだろう。今日ですね、お二人来ていただいて、テーマがですね、デザインの実践にとって基礎は不要かというのが今日のお題です。で、今お二人の話を聞いていて、基礎として持ってらっしゃるものとか思ってらっしゃることっていうのが、その前にこれどうですか、いろんな人を先に巻き込んで、どんなのがいいんだろうねって言いながら、そっちかなこっちかなみたいな作っていくと。で、今そのチョイスをどうしようかなってすごい迷ってて、どっちもいいんですよ。で、ただ僕もそのソフトウェアとかに詳しいことはないんですけど、誰かと一緒だったら何かはできる、誰かと一緒だったら何かしら活動ができるっていうようないろんな関わり方っていうのをひたすら生み出しながら、これまでとは異なった暮らしを作っていくっていうのが大事になってくるだろうっていうのが超高齢社会っていう状況においては予感されるわけですね。その時に今お話ししたような変化の中に飛び込んでいくとか、変化を体験するとか、そういうものであるんだなっていうのがちょっと私の中では韓国からシン先生をお招きしております。そして、東京のサウジの美術大学から小林先生をお招きしております。そして、テーマがデザインは、デザインを教えることができるのかということです。お二方とも大学でデザインを教えていらっしゃるということで、そういうふうな、ちょっと挑発的なテーマで教えることができないんだったらどうしようかなという思いもしてるんですけれども、造形能力を強調する職能人を超え、全範囲的な資格を必要とする投稿者や表記する人、コーディネーターにその役割が拡張しています。昔のようなデザイナーがなくなったというんではなく、デザイナーの範囲が広がったという意味です。それから使命優先の教育が目的があって、それに向かって、必要な知識と技術を組み立てていくような教育なんだっていう考え方と、それでもやっぱりデザインというのはある特徴的な技術と知識がそこにもあるんだっていう、こういう2つの考え方がデザイン教育を考えるときには、あるような気がします。議論をするための基礎的な共通認識とか共通知識とか共通言語、こういうのはやっぱりデザインの基礎として知らないと我々が今のような議論すらできない。編集をですね、テーマとして、デザインの根本を考えていきたいというふうに思っています。本日はコーディネーターを務めるですね、私、小川と申します。形を技術的に構成させるシステムを違った立場で持っているので、こういうシステムとはいえ、ただし、本が上手ければその編集があるかもしれないけれども、その作られた本、あるいは雑誌っていうのがまた一つになって、新たな物語ができていくというなってくると、この物語の、再生産というのが多分だから編集っていうのは終わらないということ。でももう一つあるんですよね。でエンパシーを持つけど他者でいなきゃいけなくて、その人たちのオートプロ演出的な生産をどっかでよそから見る存在になっている。でもプレイヤーの方も
その自分が何かをこう生み出しながらも、その編集者の目っていうのをやっぱどこかで意識して、編集者に対するエンパシーを持って、それで自分のそのやってるものをこう生成していくっていう。今日第5回目の、プロロケは、テーマが、変動する意味としてのデザインという題です。特に、記号論から、デザインを捉え直すということが今日の目標になると思います。それから顔として見る。いろんな見方がある。いろんなことをモデルにして、構造化しながら、組み立ててみるということが起こると思います。で、体として見たとき失速してしまってるとか、人間の生命力が、衰えてしまってるとか、物の持っている機能がその抑圧されてしまってるとか、全然使われてないといって、そういうその、枠組みっていうのがあって、その枠組みを壊すような、そういうその、破壊的なその作業ね。これがデザインではない。解釈、そうです。解釈を作る。このものはどういう意味を持つのかというふうに、消費者が自分で、世界史、それに対応するように記号論が、そういう意味では。